邸時間があふれる古風なホテルで、はい、三岩神社。こういうこと？岩手山正楼閣。正楼閣。はい、日本一周ツーリング16日目、現在が6月9日の11時5分。どうですか、この快晴。素晴らしい天気。西日本、東日本がね、大雨のニュースで揺れている中、盛岡は快晴でございます。これがね、6月8日から9日にかけて泊まらせてもらった盛岡リフホテルっていうところで、土曜日にね、4000円で泊まれるから、ちょっとやばそうやなとは思ってたんやけど、全然期待を裏切らない、むしろ期待を上回ってくるぐらいの素晴らしいホテルやったね。ヴィンテージ感が溢れる古風なホテルで、簡単に言うとサイレントヒルの裏の世界みたいな感じやった。受付のおっさんはね、すごい気がいいんやけどね、もうあらゆるトイレが怖い。で、今現在の気温がね、24度。そしてね、予報もね、17時までは晴れということで、もう今日走らざるを得ないでしょうと。今日はね、ちょっともう青森の一番の都市、八戸市まで駆け抜けていこうとは思うんやけど、その前に一旦盛岡市を見て回りたいと思います。というわけで早速行ってみよう。行っちゃってる。ただいまね、盛岡リフホテルからバイクで2分という距離にある三岩神社へ向かっております。三岩神社はね、なんでも三岩の神様が暴れてる鬼を罰してそこに手形を押させたみたいなね。岩に鬼の手形がついてるらしい。ちょっと鬼の手形がどんなもんかっていうのを、来た来た。三岩神社鬼の手形。はい、近づいてますよ。鬼の手形ってどんな感じなんやろね。まがまがしいのかね。三岩神社鬼の手形。鬼の手形。すんごいアピールしてる。ただなんか思ってるよりちっちゃいらしい。で、なんかその鬼罰してくれてありがとう的な感じで、三叉祭りっていうのが始まったらしい。わかりにくいな。三岩マンション。三岩っていう地名なんや。あった。鬼の手形。じゃあ、ここに止めときましょう。結構いる。こんなところにお客さんが結構いる。はい、三岩神社到着。はい、三岩です。一枚岩らしいな。はい、三岩到着。これが神様らしい。鬼が鬼をしばいてる。どういう構図や。鬼の手形を。鬼の手形。鬼の手形ね。鬼の手形。こういうこと？これ？なんかあれやね、具体的にどこが手ですみたいなのがないんやな。解説が不親切というか、自分で探せ的な要素を楽しませてくれるというか。手形は？こういうこと？こういうこと？違う？雰囲気やな。ないわ、手形は。一応検索する？はい、ちょっとしばらく探してみたし、いろいろ検索もしてみたんやけど、これが鬼の手形っていうものが見つけられなかったから、自分で探してくれ。なんか噂によると、ここの、岩に鬼の手形があるから岩手県になったみたいな、嘘かほんまかわからんような話が、ウェブ上に書いてあったけど、嘘を嘘と見抜けないと、インターネットはできないから、三岩神社終了。はい、三岩神社を後にします。なんかね、ちょっとしっくりこなかったけど、観光地ってそんなもんやから、過度な期待は禁物ということで、これからも粛々とこなしていきましょう。でね、次はね、盛岡市民のね、憩いの場となります。マリオスのね、なんか上の方に展望台があるらしいから、盛岡市街を一望したいと思っております。盛岡市は、車で10分ぐらいの範囲にイオンモールが2軒あるっていうのはちょっと羨ましいけどね。奈良はイオンモール2つあるんやけど、むちゃむちゃ離れてて行きにくいから、展望室。はい、盛岡岩手山南部富士って呼ばれてるらしい。南から見ると富士山みたいに綺麗に見えるんやけど、それ以外の角度からは別に綺麗には見えない。へー。はい、これからお昼を食べに行くんやけど、昨日ね、駅前で聞き込み調査をしたところ、盛岡でうまいのは正楼閣っていう焼肉屋さんの冷麺がうまいらしい。なんかね、盛岡ではね、冷麺だけを食べて帰るっていうのが許されるらしいから、そこでちょっと冷麺を食べてみたいと思います。ちなみにね、他おすすめされたのがパイロンっていうお店のジャージャー麺と、あとぴょんぴょん社っていうところの冷麺が
今回はちょっと駅近の正楼閣の冷麺を食す。でね、まあ冷麺もそうなんやけどさ、ジャージャー麺とかもそうやけどさ、ラーメン系ってさ、結局栄養素が全然あれやから。しかしあれやな、焼肉屋入って冷麺だけで出るっていうのは勇気がいるな。ちょっと練習しとくか。冷麺を一つ以上で。弱々しいな。冷麺を一つ以上だ。冷麺を一つだ。正楼閣、正楼閣並んでる。やめようかな。はい、やっぱりこういうことになった。4人席に1人むっちゃ気まずい。はい、普通やったわ。それよりもね、焼肉屋やからやっぱり焼肉食べてる人が結構いて、焼肉の香ばしい匂いがすごかった。そっちを食べたかった俺は。でこれからはね、青森の八戸や。はい、八戸市に向かいます。青森ってね、結構広いんやけど大都市が多いね。22万人規模の都市が3つあって、